皆さん、日本って民主主義の国だって、そう思いますよね。でも実は報道の自由度っていうランキングを見るとって驚くような現実が見えてくるんです。今回はこのちょっと不思議な状況の裏側を一緒に見ていきたいと思います。さあ早速ですけど、このデータを見てみましょうか。 G7、つまり世界の主要な民主主義国家の中で、なんと日本は9年連続で最下位なんですよ。これどうしてだと思います？一体なんでこんなことになっちゃってるんでしょうか。じゃあこのランキングが低いっていうのは具体的に私たちの生活にどう関係してくるんでしょうか。それを知るために、もしメディアにいろんな縛りがあったとしたら、多分報道されないだろうなっていう海外のかなり踏み込んだニュースをいくつか見てみましょう。例えばですね、こんな話があります。ある国のトップ、その奥さんの正体が実はっていうとんでもない疑惑。フランスのメディアはバカバカしいって一縮したんですけど、これが世界中で大論争になったんです。あるいは今まさに戦争をしている国での汚職の話です。国を守るための海外からの支援金、その何億円っていうお金を政府の偉い人たちが横領したんじゃないかっていう疑惑。これ戦争中の国にとってはものすごくデリケートな話ですよね。大企業の話もありますよ。皆が使っているような大ヒット商品、その安全性を証明する科学論文が、実はその会社自身がこっそり書いていたものだったとしたらどうでしょう。これ何十年も経って裁判でやっと明らかになった話なんです。これどれも権力のど真ん中に切り込んでいくような、すごく勇気のある調査報道ですよね。で、考えてみてください。もしこういう本当に重要な情報が私たちに知らされないとしたら、私たちの現実認識ってその知らされなかった空白によっていつの間にか作られてしまうんじゃないでしょうか。これってちょっと怖いことですよね。じゃあなんで日本ではこういう話がなかなか表に出てこないのか、その仕組みを見ていきましょう。さて、そのパズルの最初のピース、それはですね、そもそも誰が質問していいかをがっちりコントロールする日本独特の仕組みです。はい、それがこの記者クラブです。これが事実上の門番みたいになってるわけですね。フリーランスの人とかネットメディア、海外の記者さんは公式な発表の場からシャットアウトされちゃうことが多いんです。この仕組みの本質をある元市長がズバリこう言ってます。日本だけの特殊な既得権益だと。つまりメディアと政治家が必要以上にちょっと慣れ合いの関係になってしまう、そんな構造があるってことなんですね。ただ問題は、この記者クラブっていう表向きのシステムだけじゃないんです。もっと見えにくい、でもものすごく強力な圧力というものが存在するんですね。それは2つあって、1つは例えば大臣がテレビの電波を止めるぞなんていうすごく直接的な政治からの圧力。でももう一つ、もっと根深くて厄介なのがメディア自身がやってしまう自己検閲なんです。はい、出ました。忖度。この言葉がもうめちゃくちゃ重要なんです。これ直接言われなくても、上の人とか権力者が何を考えてるかなって空気を読んで先回りして動くことですよね。特にメディアにとってはスポンサーである大企業とか、そういうビジネスパートナーの顔色を伺ってしまう文化なんです。この忖度が実際にどれだけ大きな問題を引き起こしたか、その最たる例がこの事件です。たった一つの芸能事務所が怖くて、日本の大手メディアは全部何十年もの間、この歴史的な大スキャンダルに蓋をし続けたんです。ここすっごく大事なポイントなんですけど、これは国が報道するなって命令したわけじゃないんですよ。メディアが自分たちのビジネスのために国民に知らせるっていう使命よりも沈黙を選んだっていうことなんです。いわば報道しない自由を行使したわけですね。メディアがこうやって自分たちで口をつぐんでしまうと、それはもうジャーナリストだけの問題じゃ済まないんです。国全体、つまり私たち一人一人にとっても本当に深刻な影響が出てきます。まず権力を監視する番犬がいなくなっちゃいますよね。そうすると政府や企業の不正が見過ごされてしまう。そして一番怖いのが国民の知る権利が奪われること。さっきも言いましたけど、知らされるべき情報がなければ私たちの判断は歪められてしまう。これでは民主主義が中身のない空っぽのものになってしまいますよね。で、この話、日本国内だけで問題になっているわけじゃないんですよ。なんと国連が正式に調査に入って、日本の報道の独立性はかなり深刻な状態にあると強い警告を出しているんです。しかも国連はただ警告しただけじゃなくて、具体的な改善案まで示しています。例えば政府がテレビ局に口出しできる法律はなくしましょうとか、政治から完全に独立した監督機関を作りましょうとか、そしてハイテク的な記者クラブ制度ももうやめるか、誰でも入れるようにしましょうと。かなり具体的ですよね。結局のところ、今日見てきたような仕組みを知ることがまず第一歩なんだと思います。そして次に大事なのは、私たちが普段目にするニュースはもちろんですけど、もっと重要なのは、なぜあのニュースは報じられないんだろうって、その裏側にある報じられない理由にまで疑問を持つことなのかもしれません。情報が無限にあるように見えるこの世界で、あなたが見るものを本当は誰が決めているんでしょうか。本日の議題は日本の報道の自由度です。国際 NGO 国境なき記者団、これが発表した2025年の世界報道自由度ランキングで、日本は180カ国中66位、そして G7 の中ではですね、実に9年連続で最下位という、かなり厳しい評価を受けました。この結果を私たちは一体どう受け止めるべきなのか。今日の議論の中心となる問いはこれです。日本の報道自由度の低さは、政府による法的な圧力や、排他的な記者クラブ制度といった外部からの構造的な要因が引き起こしているのか、それともメディア自身の商業主義やいわゆる忖度という内面化された自己検閲、つまり内部的な要因こそがより根深い問題なのか。
はい。私はですね、この問題の根源は、やはり記者クラブ制度や放送法といったメディアを取り巻く外部のその構造的な欠陥にあると考えています。それらが権力監視というジャーナリズム本来の機能を麻痺させているのではないかと。私はその見方とは少し異なっていてですね、外部からの圧力以上にメディアの内部、つまりジャーナリストの職業意識の欠落であるとか、スポンサーへの配慮といった商業的な論理が自由な報道を蝕んでいる。問題の本質はむしろ内側にあると、この立場で今日は議論を進めたいと思います。なるほど。ではまず私から。日本の報道自由度の低さ、これはもはや議論の余地のない客観的な事実であって、民主主義の危機を示唆していると私は考えます。歴史を振り返ればこれは明らかです。かつて世界11位という、非常に高い評価を得ていた日本が、例えば特定秘密保護法が制定された時期を境にですね、一気に70位台まで順位を落としました。これは単なる偶然とは到底思えないわけです。政府が秘密と指定した情報に近づく記者に厳しい罰則を課す可能性を示したこの法律が、現場に与えた萎縮効果っていうのは計計り知れないものがあったはずです。その順位の低下という事実はもちろん重く受け止めるべきです。ただそのランキングの数字をどう解釈するかは少し慎重になる必要があるかもしれない。というのもですね、このランキングは各国のジャーナリストへの主観的なアンケートにかなり依存しているという側面があります。そこにはある種のパラドックスがあるという指摘もあるんですね。つまり幸いにも日本のジャーナリストは他国のように命の危険にさらされるケースは少ない。だからこそ未熟した民主主義国家として自分たちの報道に非常に高い理想を課していると。その高すぎる理想から現状を見るとどうしても不十分だと感じてしまって、結果として自己評価は他国のジャーナリストより厳しくなってしまう。これを期待値の高さによるデフレ効果と呼ぶ専門家もいます。しかしそれはあくまで解釈の一つですよね。仮にそうだとしても、国連の特別報告者であったデイビッド・ケイ氏が日本の状況を深刻な脅威とまで表現して、特に放送法の第4条、いわゆる政治的公平性を定めた条文の撤廃を勧告した。この事実をどう考えますか？これは海外の専門家から見ても、日本の法制度がメディアへの圧力として機能していると映った何よりの証拠じゃないでしょうか。もちろんケイ氏の報告は非常に重要です。ただ私がですね、むしろ注目したいのはランキングの内訳なんです。日本が特に低いスコアをつけられた項目に社会文化的状況というものがあります。この項目で日本は世界で112位と全体の順位よりもさらにぐっと低い評価を受けている。これは一体何を意味するのか。国境なき記者団によれば、この項目はジャーナリストが社会の圧力にどれだけさらされているかを測る指標だというんですね。つまり直接的な政府の圧力というよりは、日本特有の忖度、直接的な指示がなくても権力者やスパーサーの意向を先読みして墓身が立たないように自主的に報道を変えるという文化がメディアの隅々まで浸透していることを強く示唆しているのではないでしょうか。その忖度という文化が生まれる土壌こそが、私が問題視している記者クラブ制度なのではないかと思うんです。ご存知の通り、これは観光庁などが特定のメディアの記者だけをメンバーとして定例会見などの情報へのアクセスを独占させる、日本独自のシステムです。この閉鎖的な空間が取材する側とされる側の慣れ合いを生んで、批判精神を鈍らせる温床になっている。フリーランスや海外メディアといった外部の厳しい視点を組織的に排除することで、多様な報道が阻害されて、結果的に国民は外逸的な情報しか得られなくなる。諸悪の根源はやはりこの構造にあると私は考えます。なるほど。記者クラブ制度が諸悪の根源だというご意見ですね。確かにその排他性には大きな問題があって改革が必要だという点には私も完全に同意します。しかし私はそれが問題の病巣そのものではなくて、より根深い体質から来る症状の一つに過ぎないのではないかと考えているんです。仮にですよ、今日この瞬間に全ての記者クラブが解体されたとしましょう。それでメディアの忖度体質は本当にきれいになくなるでしょうか？いや、なくなるとは言いませんが、大きく改善されるはずです。情報へのアクセスがオープンになれば競争が生まれて慣れ合いは減っていくでしょう。ではジャニーズ事務所の性加害問題を考えてみていただきたいんですが、あの一件は日本の大手メディアが何十年にもわたって組織的に沈黙を守り続けたジャーナリズム史上に残る汚点です。しかしあの沈黙に記者クラブは関係していましたか？していませんよね。政府からの圧力もなかった。メディアが沈黙したのは、ひとえにタレントのキャスティング権やジャニーズ事務所がもたらす莫大な広告費という完全に経済的な利害のためでした。これは記者クラブという仕組みの問題ではなく、ジャーナリストが独立した専門家ではなく、会社の利益を優先するサラリーマンになってしまっているという、これはもう文化や体質の問題ではないでしょうか。非常に痛い指摘です。ジャニーズ問題がメディアの内部的な問題を露呈させたことは間違いありません。しかしその癒着構造、ビジネスとしての論理をですね、さらに強固にしてメディアが逆らえないようにしているのが、先ほども触れた法的な圧力の存在だとは考えられないでしょうか。例えば時の政権の大臣が放送法を盾に電波を止めるといった趣旨の発言をする。実際にそれが行使されることはなかったとしても、許認可権を握られているテレビ局の経営陣や現場のプロデューサーに与える心理的な圧力は相当なものですよ。いざとなれば政府は我々の事業の根幹を揺るがすことができるのだと。
その殿下の宝刀の存在こそがメディアを過剰に臆病にさせ、政府や権力者への批判を鈍らせている。福島第一原発事故の際、多くのメディアが政府や東京電力の発表をただ無批判に流し続けたのも、この萎縮効果の典型的な表れだと私は見ています。国連が深刻な脅威と指摘した点はもちろん重く受け止めるべきですし、法的な枠組みが心理的な圧力になっていることも否定はしません。しかし私が問題にしたいのは、その圧力に対してメディア業界がどう反応したかという点なんです。デイビッド・ケイ氏の報告書に対して日本政府は一方的な認識に基づくもので遺憾だと猛反発しました。その時日本のメディア業界全体が一致団結して報道の自由を守れと政府を批判するような何か大きなうねりを起こしたでしょうか。残念ながら一部のジャーナリストや団体が声を上げただけで業界全体を揺るがすような動きにはならなかった。これは個々のジャーナリストやメディア企業が権力と対峙する職業的な連帯感であるとか、ジャーナリズムの独立を守り抜くという義害を失ってしまっていることの証左ではないかと思うのです。情報が多すぎるというこの現実に私たちはもっと危機感を持つべきです。例えばウクライナのゼレンスキー大統領の側近が巨額の汚職に手を染めているという疑惑。これにはもしかしたら日本の税金も含まれるかもしれない西側諸国からの支援金が流用されている可能性も指摘されている。あるいは巨大企業モンサントが自社の除草剤の安全性を主張するために25年間にもわたって論文を捏造し続けていたという科学への裏切り。さらに言えばタイとカンボジアの国境紛争の裏で中国系の犯罪組織が臓器売買まで行う巨大な経済圏を築いていたというおぞましい実態。これらは健全なメディアがあれば当然大きく報じられるべき国際的な重要ニュースです。おっしゃる通り、それらは非常に重要なニュースですね。しかし日本の主流メディアでこれらの問題が大きく継続的に報じられているでしょうか。ほとんど扱われません。一部のネットメディアやいわゆる暴露系の YouTube チャンネルなどが断片的に取り上げるだけで、多くの国民は世界でこんな深刻な事態が起きていることすら知らないわけです。これは国民の知る権利が著しく侵害されている状態です。特定の情報が遮断されて権力や大企業にとって都合のいい情報ばかりが流される。これはもう一種の洗脳に近い状態だと言っても過言ではないんじゃないでしょうか。日本のメディアは構造的にそうした権力の闇を追求する能力と意欲を失ってしまっているんです。海外の重要なニュースが十分に報じられていないというご指摘はもっともです。しかし私が少し懸念するのは、そこで問題のすり替えが起きないかという点なんです。つまり重要なのは海外の特定のニュースを報じるかどうかだけではなくて、その調査報道という姿勢をまず自分たちの足元、つまり国内の権力に向いているかどうかです。ジャニーズ問題や今なお多くの課題が残る福島原発事故への対応のように、本来徹底的に追求すべき国内の巨大なタブーに何十年も沈黙を続ける一方で、海外ではこんな大変なことがとセンセーショナルな話題を取り上げるだけでは本質から目をそらすことになりかねません。問題の核心は自らの足で一時情報を掘り起こして時間とコストをかけてでも権力と対峙するというジャーナリズムの最も基本的な動作が、経済的な理由や先ほどから議論している忖度という文化的な理由からメディア内部で失われつつあるという点にある。報じないのは外部から圧力をかけているからというより、内部の怠慢や商業主義、そして倫理観の崩壊の結果ではないか、私はそう考えます。ではまとめに入ります。日本の報道の自由が深刻な状態にあることはもはや疑いようがありません。私はその最大の原因が記者クラブという排他的な制度と放送法や特定秘密保護法といった法的な脅威が組み合わさることによって生まれる構造的な圧力にあると主張します。その結果、メディアは権力に対して過度に萎縮し、国民が知るべき不都合な真実が覆い隠されてしまう。民主主義の根幹である国民の知る権利が今まさに縮小されています。この構造的な問題を改革しない限り、日本のメディアが真の第四の権力としての役割を取り戻すことはできないでしょう。外部からの圧力が存在することは認めます。しかしそれ以上に深刻なのはメディア自身の内なる問題です。経済的な利益を優先してはみ風を立てることを嫌がる忖度の文化、そして権力に立ち向かうための職業的連帯感の欠如。ジャニーズ事務所の問題が何よりも雄弁に物語っているように、多くの場合メディアは外部から強制されるのではなく、自ら進んで沈黙を選んでいる側面があるのです。このジャーナリズムの倫理と企業の体質という内なる問題から目を背けていては、たとえ制度を変えたとしても真の解決には至らないのではないでしょうか。日本の報道自由度が低いという、共通の出発点からの議論を始めましたが、その原因を掘り下げていくと見解が大きく分かれましたね。その根本原因が政府や法制度という目に見える外部の敵にあるのか、それともメディア自身の倫理観や商業主義という目に見えざる内なる敵にあるのか、それは記者クラブという仕組みの問題なのか、それともジャーナリスト個々の覚悟やメディア企業全体の経営姿勢という文化の問題なのか。おそらくこの両者は複雑に絡み合って互いを強化し合う悪循環に陥っているのでしょう。この課題をどう解きほぐしていくべきか、
資料は私たちに重い問いを投げかけています。